夕方になると、部屋の空気は一段と冷たくなります。暖房はまだ入れていません。少しの寒さは、もう体が覚えているからです。私は、ゆっくりとカーテンを閉めました。外では、冬の風が街路樹を揺らしています。その音が、この家の静けさを際立たせていました。食卓には、一人分の夕食。湯気の立たない味噌汁を見て、私は小さく笑います。慣れたものですね。声に出す必要はありません。子供たちは、もうそれぞれの家庭を持ちました。結婚式の日の賑やかさが、遠い夢のようです。あの時は、嬉しさで胸がいっぱいでした。今は、その分だけ静けさが広がっています。テレビをつけても、音は耳に入りません。私は、リモコンを置き、棚の方へ目を向けました。そこには、長い間開いていないアルバムがあります。立ち上がると、膝が少しだけ鳴りました。それでも、ゆっくり歩けば問題ありません。時間は、まだ私の味方です。アルバムを手に取ると、思ったより重く感じました。紙の重さではありません。中に詰まった時間の重さです。私は、こたつの前に座り、表紙をそっとなぞりました。今夜は、誰も邪魔をしません。寒い冬の夜、この家には、私と思い出だけがありました。アルバムを開くと、最初に出てきたのは、少し色あせた結婚式の写真でした。子供たちが順番に巣立っていった日の記録です。白い衣装に包まれた我がこの笑顔。その横で、私はぎこちなく立っていました。嬉しさと役目を終えたような不思議な感覚が入り混じっていたことを、今でも覚えています。式が終わった夜、この家に戻ってきた時の静けさ、玄関の明かりをつけた瞬間、音が何も返ってこなかったあの感じ、あれが始まりだったのかもしれません。写真をめくるたび、当時の言葉や空気がよみがえります。ありがとう元気でね。そう言って送り出したはずなのに、胸の奥には小さな穴が残っていました。私は写真の中の自分をしばらく見つめます。背筋は今より伸びていて、目にも迷いがありません。あの頃の私は親として立っていました。今はどうでしょう。誰かを見送ることも支えることもほとんどありません。それは寂しさであると同時に、よくやったという証でもあります。アルバムのページを閉じ、私は深く息を吸いました。結婚式は終わるからこそ美しい。そう自分に言い聞かせます。外では風の音が少し強くなっていました。冬の夜はまだ長いようです。私はもう一度アルバムを開きました。ページをめくる音が部屋に小さく響きます。それだけでこの夜にリズムが生まれました。子供たちがまだ小さかった頃の写真。並んで歯を見せて笑っていました。その笑顔に理由は必要なかったはずです。運動会の一枚。少しぶれているのは、私が慌ててシャッターを切ったからでしょう。あの頃は一瞬ものがしたくありませんでした。私は写真の中の声を想像します。見てこっちだよ。今は聞こえないはずの声が、胸の奥でかすかによみがえりました。この家は、昔、もっと騒がしかった。床に散らばったおもちゃ、洗濯物の山。その一つ一つが、今は懐かしい風景です。写真の端に、若い頃の自分が写っていました。少し疲れた顔で、それでも必死に立っている姿。私は、その人に心の中で声をかけます。よくやっていましたよ。ページを閉じると、胸の奥が少し暖かくなりました。寂しさは消えてはいません。でも、写真の中には、確かに賑やかな時間が残っています。私は、
アルバムを膝の上に置いたまま、しばらく動きませんでした。外の寒さとは違う、柔らかなぬくもりがそこにありました。アルバムをもう一枚めくると、写真の色が少し変わりました。子供たちが成長し、それぞれの表情に個性が見え始めた頃です。制服姿で並ぶ背中。その距離は昔より少し離れていました。私はその変化に気づきながら、何も言わなかった自分を思い出します。写真の中では、私は少し後ろに立っています。前に出る必要がなくなったことを、あの時まだ理解していませんでした。親の立ち位置は静かに変わっていくものなんですね。今のこの部屋と写真の中の時間、同じ空間なのに、まるで別の世界のようです。壁も床も変わっていません。変わったのはそこにいる人の数だけです。私はスマートフォンを手に取ります。連絡先には子供たちの名前が並んでいます。でも今夜は触れません。写真が十分に語ってくれている気がしたからです。今は元気でやっていますか？声に出さずに心の中で問いかけます。返事はありません。それでいいのだと自分に言い聞かせました。写真を閉じた後、部屋の静けさが戻ってきます。でも、それは先ほどより少し柔らかく感じられました。今と昔の間に立つことで、私はようやく今に戻ってきたのです。部屋の温度がさらに下がったように感じました。時計を見ると、まだ夜の途中です。暖房を入れようかと思い、私は少しだけ迷いました。この寒さは、体よりも心に触れてきます。誰かの気配がない夜は、冬になると特に長く感じるのです。アルバムを閉じ、私は膝を抱えました。部屋の中で聞こえるのは自分の呼吸だけ。その静けさが急に重くのしかかります。もう必要とされていないのでは。そんな考えがふと浮かびました。子供たちは幸せに暮らしている。それは喜ばしいこと。それなのに、胸の奥が冷えるのはなぜでしょう。私は写真をもう一度開きませんでした。今は見る勇気がなかったのです。思い出は温かいものですが、同時に今の自分をはっきりと映してしまいます。窓の外では遠くの車の音がかすかに聞こえました。誰かの日常が続いている証です。その音に私は少しだけ救われました。一人でも大丈夫、そう口に出してみます。声は震えていました。でも消えません。それだけでこの夜を越えられる気がしました。寒さが一番深くなる時間。それは夜明けの前だと言います。私は毛布を肩にかけ直し、静かに座り続けました。この冷えた夜も必ず終わると知りながら、毛布の中でしばらく目を閉じていました。眠るわけではありません。ただ思い出が静かに浮かんでくるのを待っていたのです。子供たちが熱を出した夜、何度も体温計を見直し、朝までそばに座っていました。あの頃は寒さも眠気も感じる余裕がなかったように思います。学校から帰ってこない夕方もありました。時計を何度見ても針は進むだけ。玄関の音がした瞬間、胸がほどけたことを今でも覚えています。私は完璧な親ではありませんでした。叱りすぎた日も言葉が足りなかった日もあります。それでも一日も投げ出したことはありません。その事実が今になって静かに胸に届きました。誰かのために使った時間は消えていなかったのです。私はもう一度アルバムを開きました。今度は怖くありません。写真の中の自分が少し誇らしげに見えました。これでよかったんですね。
誰に向けた言葉かはわかりません。でも、心の奥で小さくうなずく感覚がありました。親としての時間は終わりました。でも、無意味になったわけではありません。それを受け取れた今、部屋の寒さは少しだけ和らいだ気がしました。アルバムを閉じると、部屋は再び静かになりました。時計の音だけが規則正しく響いています。私はスマートフォンを手に取りました。子供たちの名前が画面に並びます。指は止まったまま。今は声を届ける時間ではない気がしたのです。伝えたい言葉はたくさんあります。元気にしていますか？無理はしていませんか？そんな簡単な一言でさえ、今日は胸の中に置いておくことにしました。親はいつまでも心配を続けるものなのでしょう。でも、手放すことも役目の一つだと少しずつ分かってきました。私はメモ帳を開き、書きかけの言葉を見ます。そこには送られなかった手紙の断片が残っていました。消さずに取っておくそれも、私なりの距離の取り方です。窓の外を見ると、空が少しだけ明るくなっています。夜は確実に進んでいました。冬の夜明けは静かに近づいてきます。私は深く息を吸い、スマートフォンをそっと伏せました。届けなかった思いも無駄ではありません。それは私の中で温度を保ち続けるものだからです。窓の外がはっきりと明るくなりました。長かった冬の夜が静かに終わりを告げています。私は台所に立ちました。お湯を沸かし、一人分のお茶を入れます。湯気が立ち上るのを見ていると、胸の奥に小さなぬくもりがだこっているのを感じました。昨夜、アルバムを閉じたとき、寂しさは消えていませんでした。でも、それはお品がすべきものではなかったのです。共に暮らす感情として、静かに受け止めるものだったと気づきました。朝の光が部屋に差し込みます。同じ部屋、同じ家具。それでも今朝は少し違って見えました。ここには確かに私の人生が積み重なっています。私はテーブルに座り、アルバムをそっと横に置きました。もう開かなくても大丈夫です。中にある時間はちゃんと私の中に残っています。外では人の気配が動き始めていました。新しい一日です。私は大きな決意をすることなく、ただこの朝を迎えられたことを大切に思いました。冬はまだ続きます。それでもこの家で生きてきた温度は消えません。私はお茶を一口飲み、静かに息を整えました。それが私なりの癒しであり、前に進むための朝でした。